大川先生、こんにちは。こんにちは。はい、今日もハーフトップからの質問が山本君からあると思います。すごいね。たくさんあるね。じゃあお願いします。難しいもんな。言ってもらっていい？ここまで聞きたいんですが、フックが服入られちゃうね。入っちゃうと、なんかそのままギュッとか攻めにあと返っちゃったりするもんね。で、じゃあフックされたらどうするか。これもね、実はね、そうなん。なんかしていいぞ。何もできないね。はい。だから色だよ。こっちのブリッジが効かないです。ブリッジもできなくなるの。これフック外してると両足で床バーンって入れるからすごい強いんだけど、フック入れたっていうのは俺は跳ねることに使うんだよね。跳ねて上に普通に上に跳ねて、返したりガードに戻したり潜ったりできちゃうのね。で、それをすべてまたこれで止めてしまうんですよ。これで俺は跳ねることもできないし、もうまた開かないから潜ることもできないよね。これが俺はすごく使える。で、ここからどうするの？これ結局宮本さんの膝がこっち向いてたら俺を返す方向に使えるし、真上に来てたら俺を上に跳ねることに使えるね。だからでも最終的に足抜くには俺はこのフック外さないといけないんで、その時に彼の足が向こうになってればいいんだ。こっち向ける。本当だ。本当だ。そう。これが理想だけど、現実は膝開かして、このフックを外したら、このすねを、山本さんの左鼠径部に入れていくといいよっていう話はあるんだけど、なかなかね、なかなか一発で抜けないんだけど、俺の場合、現実は、ここで足に絡まれるんだよね。でも、守備ならこの後抜けるんで、別にいいかなというのが僕がとてもよく使う方法です。この系統は YouTube とかいろいろあるけどね、橋本智之さんもなんか上げてたと思うんだけど、これは昔から知ってるんでよく使います。ここから上げてきて、これでもね、もう何も心配なかった。膝開いて、これいいよ。膝開いて、これで。これがうまい。これで抜けたら。よかったね、簡単だったね。足絡むってね、すごくよく使うんですよ。あれ見ないですけど、大川さん考えたんですか？あれはね、いい質問だね。ありがとう。黒帯になったのが2003年ぐらいかな。で、寝技指導のすべてっていう京都府警の師範の栗村師範が出してるビデオがあるんですよ。6巻組の VHTS のそれに載ってて、すげえ感動して、でもそのビデオは本当にすごい技を本当に細かく分けて説明してて。俺の寝技の俺も結構寝技細かく場合によって分けて説明するけど、それの目を開かしてくれたのはその栗村先生の寝技指導のすべてという、VHS のテープなんですね。何ももらってないけど宣伝しておきます。まだ売ってるんですか、それ？いやー、どうでしょうね。わかりました。解決しましたか、山本君？はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕からの質問です。大川さんはその動画教材たくさん出してらっしゃいますよね。僕もいくつか買ったことがあって、そうだね、ありがとうございます。 DVD を買ったことがあって、結構昔のやつを、最近もたくさん出してるんですか？出してる。あれ結構売れてますか？そうね、サラリーマンのお小遣いぐらいには、なっております。どんな種類があるか教えていただけますか？今出してるやつ。そうね、毎月充実講座っていうのをやってるね。これは
年12回月1回1回目はマウントとか2回目はベリーとか3回目はバックとかのを2時間ずっと喋って、一応これ知っとけばある程度のこと分かんじゃねっていうのが柔術講座ね。あと初心者レッスンっていうのがあって、これは初心者さんって入るじゃない、月にね。初心者さんにこれぐらいこれ知っといてってことを5回に分けてやってる。1個は決め技、1個はトップ、3つ目がボトム、4番目が足抜き、5番目が基本運動。これは月2回やってるね。月2回もう延々と何度も繰り返して、最近はすごい内容、素晴らしい内容になってると思ってますね。でもう1個はディフェンスカリキュラムっていうのがあるね。これも月1回やってて、これはそう、ディフェンスに特化したお話なんだね。でだって基本技習うけどさ、基本技習ってもランドリーやったら使えないじゃん。なんでかっつったらこっちは基本技は知ってる。だけど前から入ってる人は基本技はもちろん知ってて、基本技の防御も知ってて、で応用技まで知ってればその人とやったら負けるに決まってるんで、そうだから基本技を覚えたら次はディフェンスを覚えなきゃいけないんだけど、そうディフェンスたくさんあるんで、自分の中のカリキュラムっていうのはあるんで、それ全部動画に撮っとけば見たい人見るかなと思って、それを上から順番にやってる、って感じのものだね。決め技の防御から始まって抑え込まれないよう、抑え込みからの逃げ、抑え込まれない方法、足をどかされない方法で、上になったら決められない方法、返されない方法みたいなことを一応カリキュラム通りやっていこうみたいな感じ。常にアップデートされてるんですか？いや今確か8回次10回、でもずーっとやってまだ3分の1ぐらいかな進んでるの。結構細かく喋ってるんで、充実講座だったら2時間でこのマウント終わりみたいなんだけど、このディフェンスカリキュラムはこのカリキュラムを2時間喋ってってお尻がないからいくらでも細かく喋れるわけよ。で今回全然進まなかったねみたいなので、そう今まだ1ターン目の途中だね。毎回アップデートされるんですかしたら一番下まで行ってまた上まで戻ってきたらきっとアップデートされてやると思うんだけど、そうなるかは分かんないですね。でもう一個は充実講座、上達論か。上達論はもう、理屈を座学で喋ると。要項にも書いてるけど、道場来たらさ、じゃあテクニックムーブやってテクニックやってスパやってになるけど、自動車教習所でさ、こう半分座学で半分実践じゃん。でこう言っちゃなんだけど、充実オチもそうだけど、充実道場でやってることって、これがエンジンで、これがハンドルで、これがブレーキで、じゃあ行ってらっしゃいみたいな。雨降ったらどうすんのみたいな全く言わないんだよ。右走るんですから人がとりあえず左みたいな感じで走って右折する時自分で考えろみたいなそういう感じじゃん正直言って。それは自戒も込めてんだけどね。だからそれはやっぱり座学いるだろうと。座学しとけば左折する時は左にそのまま曲がるけど、右折する時は対向車が来ないのを見てから右に曲がるとか、左に曲がる時は巻き込み気をつけようとか、雨が降ったらワイパー動かして、もっと激しくなったらもっと2段もっと激しくワイパー動かして、車内が煙ってきたら温めるのつけて結露溶かしましょうみたいに聞いとかないと危ないじゃん、車運転するのね。でそんなのいっぺんに教えないで初めから順々に教えるですよ、自動車教習と。だからそういうふうにしたいというか、そのコンテンツ作っときゃ後から見たい人が見るんでいいかなと思って、もともとそういうのをやる、あと別に紫ぐらいになってても、だってここで分類したらこうなるし、こう考えた方が分かりやすいでしょっていうのはほとんど分かってないからそういうのも全部、自分が今分かってる充実に関しての体系的なものを全部ぶっ込んで喋ってる。体系的なものとかよくある思い違いとか、についてそういうのを延々と喋ってますね。あと何回続くか分かんないけど、あと 4,5 回で終わるんじゃないかな。で
あとアドバンスセミナーっつって一番新しいのがオーバーアンダーパスかな。そうなんかのテクニックに特化した、セミナーをやりたいとか、時間があればやるっていう感じですね。でセミナーは各セミナーは2000円で売ってるんだけど、であと僕毎日自分が喋ってる動画をそのままダーッと撮って、でランドリーの動画も全体の動画を撮って毎回 YouTube 出してるんで、それは何でかって言ったら自分の勉強にもなるんだけど、それしときは会員さんに見てもらえば、会員さん時間ある人はそれ見て勝手に強くなるし、でそれ支部に各団体にも送れば見る人は見るだろうし、見れば勉強になるから、だからアップデートとする手間はちょっと録画したりアップデートする手間はアップロードする手間はあるんだけど、別にそんなに苦にならないし、自分も楽しいからいいなと思ってやってて、だけどそれ今いろいろ喋ったけど、結局ね月2000円でねもう全部見れるんですよだからでもその毎日の練習とかは全然編集してないで流しっぱなしだから見づらいかもしれないんだけど、セミナーの動画は全部綺麗になってると思うんで、見れると思うから、興味ある方はどうぞ、っていいのよくわかんない。以上って感じですね。そんな感じだったんですね。全然YouTube でよく流してるたくさんあるやつも今言ったやつのことですか？あれは全然あれはタダで垂れ流してるだけ。あれは一体何なんですか？あれはクラスの内容ですか？そう、毎日のクラスの内容をうちに帰って見直して、ここなんか短くピッと切り取ってそのまま出しても分かるかなっていうところを切り取ってあれだけでもかなりの量ですよね。そうだね。去年の頭ぐらいからやってるから1年5ヶ月ぐらいやってるのかな。なるほど。はい、どうもありがとうございました。